皆さんこんばんは。ようこそミッドナイトスナックブラッド&ストーリーズへ。深夜にぴったりなスリルと好奇心を満たすほんのひととき。ホストは僕桐山和久と角深夜と加田聡です。この番組は YouTube で配信中のバンピリックオーディオミステリー X&B がお届けするオカルトミステリーポッドキャストです。はい、ということで、はい第2回ですけれどもね、なんとなく僕が回してる感じでお気づきかと思いますけれども、我々順繰り今1回目2回目と MC 交代という形でやらせていただく流れになっております。1回目言いましたね、はいすみさん。やめてくださいよ。あ、次来るっていうことで、やめてくださいよ。この番組めちゃくちゃになりますよ。もう拒否してるじゃないやめですか。てくださいよ本当に。めちゃくちゃになるって思うんやったらまともにやってください。やめてください。口から出てくる言葉はもう全部適当なんだから。早速ね、第1回撮ってみて、あ、次自分進行やるんだなと思ってヒヤヒヤしておりました。はいはいそうなんですか。そうなんですか。なんかすごい横でしらしらしい人いなんかるんですけど、すごい嫌な感じやな顔が。両サイド怖いです今。いやはいそんなことないです。めちゃくちゃにしないように優しく包み込んでるじゃありないですか。がとうございます。物理的に今結構圧が強かったですけどね。さあこの中でそれぞれね始めていきましょう。始めますよ。いいですか、はいどうぞはいはい。ミッドナイトスナックブラッド&ストーリーズ、最後までごゆっくり。この番組は世界のオカルトをテーマに語るブラッドエディションとオーディオドラマ X&B をお届けするストーリーズエディションを交互に配信していきます。最初の4回は特別編成としてブラッドエディションをお届けします。今日はその2回目です。はい、ありがとうございます。はい、今日はテーマは何にしますか。何にしましょうね。何すんの？今朝の朝ごはんとか話しますか？もう自己紹介の時みたいなそんなもうピクルスやもん話が。あ、ピクルスは今日食べて、行きました。あ、食べて、やっぱ食べてた。今日来ました。今日は玉ねぎとキャベツのピクルス。いやええねんもうそれピクルスの話ええねん。あ、そうですか。わざわざ掘り下げんといてくれ。朝ごはんは食べましたか。朝ごはんはね食べてないです。あ、食べてなかったですか？はいもうお昼ですけど食べてないですか？はい大丈夫桐山君は食べましたか。僕は新幹線でパンを食べてきました。はい。はい。ええねん。飯は。広げんでもいいよ。本題はね、どうしましょうね。そうでしょまあだから X&B の共通点って何？そうですよね。あー X&B の共通点う。。共通点。全員何と背何がが高い。全員に共通点が一応あるじゃない。全員に共通点。ああ、ありましたね。出てくるメンバーに。はいそうです。一旦あくまで本編みんなね見てる体で話しますけどねいや。もちろん見てるでしょ。まあ前回オカルトとホラうんーやってはい今回じゃあ共通点。共通点。うんさあ、すみさん何でしょう？はい。吸血鬼です。そういうことです。共通点ある言うてずっと言ってんの。なんでお前らそんなとぼけんねんみたいなぐらいとぼけてくれやがって。そういうことですね。ピクルスの話するかじゃあ。ああ、い共やじゃあ通点は吸血鬼にしましょう。吸血鬼にしましょう。ということで今回のテーマ、はい吸血鬼でございます。はいここからはオカルトとミステリーをスパイスに夜のスナックタイムを一緒に味わっていきましょう。さて今回のテーマは吸血鬼ということですけれども、はいはい。吸血鬼っていうものにこう最初に触れたのって何だったかなとかって覚えてたりします？僕はあ、覚えてます？僕多分ドラゴンボールなんですよ。ドラあゴンボールでめっちゃ最初の方にあ。はいはい。なんか血を吸ううん敵が出てきたんですよ。はいはいはい。でそれを初めて見たような気がします。ででその流れでうんゲーム作品の「悪魔城ドラキュラ」っていうはいはいはいゲはいはいームはい。でなんかちゃんと知ったのかなっていう感じはしますね。でも確かに言われてみたらドラキュラとか吸血鬼ってどこら辺から？そうなんですよね、いつの間にか認知はしてましたけど、確かに何きっかけとかっていうとね、何なんでしょうね。なんやろうな。血を吸う。血を吸う。うんうんでなんかいつの間にかコウモリに変身してて。コウモリに変身するみたいなイメージはありますね。うんなんやったらなんでやろなんやろ太陽苦手とかもなんかいつの間にか知ってた知ってた確かにそうですね気はするけど。う。でなんか最近の流れで言うと、うんニンニクが嫌いっていう設定がなくなりつつあるっていう。あ、そうなんですか？だってちょっとダサいから。そんな理由いやある？でもやっぱないそういうのなんかニンニクなんやみたいな。だって俺らがあんなに美味しく食べてるニンニクを確かさいやまあまあ確かにあればあるだけいいですからね。嫌ってるわけやニンニクなんてね。そういうもんなんやって思ってた。なんかニンニクのさなんかぐちゃぐちゃしたなんか。でもそうですねなんかなくなりつつある気はするけどね。へえ。うん確かに人間の世界に溶け込んでるって考えると、うんニンニクなんかあらゆるところで食べるだろうと思いますよね。そう確かに。確かにね。そこは確かにそうですね。そうだからなくなりつつあるのかなって思ってるけど。あ、そ
そういう設定もあんねや。うんでもなんやろうな。あ、でも俺詳しくっていうか、興味を持ったのは別の作品かもしれない。お、なんでしょう。っていう作品。うんずっとオタクやん。あれが多分これ大丈夫かな。いやいいよ。いいんじゃないですか。大丈夫かな。はいはいはいあれ多分僕の中の多分吸血鬼系の原点。ああなるほなんかいろんな俺の知ってる常識のど。はいはいはい。吸血鬼を覆してくれた作品やあから。あ。まず吸血鬼は女性やし、はい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 。普通の世界に紛れ込んでるし、おーでなんかめちゃくちゃ強いし、吸血症状を抑えるとかそんなんもあ初めてなるほどそういう設定を知ったから、はいはい。なんか吸血鬼の中でもいろんなジジャンルというかものがあんねんなっていうのを感じた。女性の吸血鬼で僕今思い出したんですけど、うんうん僕多分初めてというか最初に触れた吸血鬼が、魔法戦隊マジレンジャーっていう作品の敵のキャラクターにバンキュリアっていう女性の怪人がいるんですけど、これそのヴァンパイアの女王クイーンヴァンパイアなんですけど、これが多分僕一番記憶の中で古い吸血鬼キャラクターだと思います。僕5歳ぐらいだと思うんですけど、あだいぶやな。そうですね、多分そこでなんかヴァンパイアっていう存在となんか血を吸って、なんかそのバンキュリアっていうキャラクターは血を吸ってそれをこう吸血鬼に変えちゃう、人間とか吸血鬼に変えて自分の支配下に置くみたいな、コントロールできるみたいな能力があるんですけど、そういうのが多分僕が最初に触れて吸血鬼ってこういうもんなのかなを触れたきっかけなのかなっていうのを今思い出しましたね。でも吸血鬼マジでどこやろ、もう今ありとあらゆるコンテンツにいるからなんかね、絵本とかも多分そうだと思うんですけど、あるのかなと思うんですけどね。なんかあんまりに馴染みすぎて思い出されへんな俺。馴染みすぎて、馴染み自分の馴染みすぎですよ作品の中にね。結構そのいろんなもんほんまそれこそ子供の時から知ってるから、なんやろうな、映画なんかなやっぱり。でもでもスミさんはやっぱ映画好きやから、子供の時からずっと見てるからね、だから何かしら来た。インタビュー・ウィズ・ヴァンパイアなんてブラピとトム・クルーズのインタビュー・ウィズ・ヴァンパイアっていう映画、いやかもしらん。あれやわ。あれやば。あれでしたわ。急に降りてきたよ。あれでした。そうや、映画や。そうや、映画きっかけなんやからそれそうやわ。まあそうや。なるほど。そうやわ。それでやと思う。どんな印象を持ったそれ？いやもうヴァンパイアって美しいんだって。美しいなんですね。そう。あんまりなんかないかも。なんかすごい白い肌で、でなんか髪の毛の色はなんか明るくてみたいな。あれちょっとなんか今スミさんが演じてるあの人が出てきましたね。でもそうじゃないの。あなたも金髪よ。そうですね。僕はもう中も外もですからね。キャラクターも中の人も金髪ですから。でもそう考えてもそうかもしれない、イメージは。そうですね。でもそれこそやっぱりここ2人はね吸血鬼を今 X&B で演じてるわけですけど、何かこう吸血鬼を演じるにあたって何かいろいろ工夫したところとか、吸血鬼ってこうだよなとか思いながらやったりとかしたところって何かあったりします？特になんかもうブロドなんか。ブロドはでもすごい吸血鬼前としてるじゃないですか。やっぱギョルに比べると。いやあなたおかしいよね。そうなんか僕吸血鬼かっていう感じがありますけどね。まあだって普通にポテト食ってるよね。全然普通に生活してますから。そうよね。常識を覆してるところである種そうですよね。吸血鬼前としてます。思って僕らが思ってたものとはね。そうね。だからブロドもだってドーナツ好きやん。ドーナツやん。ドーナツ好きやん。そう。愛犬家ですしね。そうだからいろんなことが混ざってて、だからやっぱ昔の俺らが子供の時に感じてたヴァンパイアとは違うのかなってやっぱ気はするけどね。確かにそうですね。もう血吸わなきゃやってらんないみたいな感じでもどうやらなさそうですよね。X&B なんか特にそうですけど。ビョルンなんか多分血吸ってないでしょうしね。そうだってもうずっとイメージにあるのはもうとにかく人の血以外はもう飲まない食べないみたいなそうですねイメージあったけど、なんかもうそこも覆してなんか新しい形のヴァンパイア像なんじゃないかなと思うけどね。そうですね。設定が
時代によって進化したりと進か変わって化してるいったりとんかですよしているっていうことでもそれこそ相棒が吸血鬼なわけじゃないですか、はい X はいはいはい吸血鬼と一緒にいる上でじゃあ自分はどういうふうに普段過ごしているのかなとかいろいろ考えたりはしました？いやでもなんかそれを分かってた上でうんうんやし、なんか全然そういうところ別に関係ないんじゃないですか。あ、もうわかんないけど X からしたらうんむしろオカルト好きというかオカルトマニアなわけじゃないブロードは言ってたよ。怖いんじゃないのってビート怖いんじゃないはい、の。それ以上に怖いんじゃないのでもそれ以上の関係ない相棒としてなるほどね。あー似てるんじゃないですか。ねまだ嬉しいですよねそれは。だからうん何その半分ヴァンパイアなわけやん。はいはいですね。はいダンうんダダンピールですこれね。これはでも俺初めて知ったな。あ、ダンピールという存在おうをおう反吸血鬼半分半分。でもなんかおう僕この X&B をはいなんか聞いてくれたおうね友人が言ってたんですけど、はいこれみんな好きなやつって言ってましたよ。いやでもね本当にそうみんな好きなやつかっこいいあーなんかいわゆるこう少年漫画チックというかカーってなった、うんカーってなったそりゃかっこいいわっていうのはねダンピールってなった確かありましたもんね唯一倒せる存在。あうんあ素晴らしいよね確かに。っていう風になってなったってあそう熱量がすごくてあそうかいってなったけどなるほどね。なるほどですあーねでも結構今吸血鬼とはというかねいろいろ話しましたけど結構まだ全然吸血鬼に触れる前半ぐらいしか喋れてない気がするので本当にお前全然なんかまだ掘り下げられそうなところありません？ああなるほど、ね、なんかその辺をちょっと確次回また吸血鬼のあ次回。テーマでかにあ次回ちょっもことれでいくまた引き続き行かせていただこうかなとあそうなの。思います。うんうんはい、ということでですね今回の、テーマですね吸血鬼ということでまず第2回はここまでで、はい、はいはい締めさせていただきます。また次回、吸血鬼の話をさせていただきます。はい。今夜のミッドナイトスナックそろそろお開きの時間です。いかがでしたか？リスナーの皆さんはね、はい吸血鬼の作品とかってどれぐらい知ってあるんですかね、自分の中の原点とかって何なんですかね。うん。まあそんなんも聞いてみたい気はしますけどね。そうですねちょっと楽しかったですね。トワイライトかなやっぱり。あ、もう特定しますか？どんどん出てくる。特定しちゃいますね。どんどん出てくるようになってきてる映画の名前やったら出てくる。いやー、キリアングどうでしたか。そうですね。でもやっぱりなんかこう自分の好きな作品とかで、あ、思ったより吸血鬼っているなとか、うんうん。なんか掘り下げれば掘り下げるほどあそこにも吸血鬼いたわみたいなの結構出てくる。確かにねでもやっぱ作品ごとに吸血鬼のバリエーションというか、全然キャラクター感って違ったりするので、なんかそこを振り返ってみると結構面白かったなってのは思いましたね。はい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 。ということでですね最後に番組からのお知らせです。はいこの番組ではリスナーの皆さんからのメッセージを募集中です。感想はもちろんあなたの知っているオカルトストーリー、都市伝説、オリジナルの怖い話などぜひ僕たちに教えてください。投稿はハッシュタグ X&B をつけて X、インスタグラム、YouTube のコミュニティでシェアしてください。この番組を気に入ってくれたら高評価&フォローもよろしくお願いします。さあそれではまた次回のスナックタイムでお会いしましょう。皆さん良い夜を。おやすみなさい。